どうもー、さくらこちゃんです。はい、ということでね、最近ですね、冒頭の挨拶はおはようなのか、こんにちはなのか、こんばんはなのか悩んでたんですけど、どうもというね、最適解を見つけました。ということでですね、私の痛々しいこの腕にお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、なんとお仕事のしすぎで腱鞘炎がひどくなってしまいました。もともと腱鞘炎なんですけど、慢性的にあまりにもひどくなっちゃって、なので現在2ヶ月以上ドクターストップでお仕事をお休みしていますとか話してる今ね、仕事してるんですけど、ひどい時はね、痛みのあまり過呼吸だったりとか、もう度重なる検査で気絶したりとか、結構大変なんですよね。でもね、だいぶ良くなってきましたので、今回は10万人達成のお祝いを兼ねてバリ旅行を急遽企画しましたね。いつも応援してくれる方ありがとう。でもね、こんなに手が痛いのに一人で行くのはさ、不安じゃん。だから今回思い切ってインターネットで出会った男を誘ってみました。私これまでマジでネット使ってきてなかったから、ネットで知り合った人と会う経験って仕事以外でガチでないんだよね。マッチングアプリとかもやったことないし、だからね、1回だけやってみたかったんですよ。たださ、いきなり日本人とマッチングするのは勇気が必要だったので、海外の方にしました。まあ英語喋れないんですけどということでね、今回 OK してくれた人と初めて会います。しかも私がやりたいことを完全に詰め込んでるから、高級ハネムーンプランになってます。ガチで勢いだけでここまで来たけど、冷静に考えたらさ割とすごくないか。悪い人じゃないといいなっていう限りですね。ということで、なるべく腕の負担を減らそうと両手で荷物を運んでるから、一旦ね、キャリーを預けるまでは移動中はカットします。ちなみに最大限荷物減らしてこれです。まあね、女の子は荷物が多いっていうことで。着いたー、やったー。名古屋からだからここまででもうだいぶ距離あるんだよね。でもってね、早速インドネシア通貨のルピアに両替したんですけど、レート極悪すぎてマジで損した。本当はインドネシアで両替した方が圧倒的にいいんだけど、バリにね、入国するにあたってビザが必要なのと観光税を払わなきゃいけない。でそれっていうのはもろもろオンラインでね、今やれるんだけど、なぜか何回やってもカード決済ができなくって、結局ね、現地で現金で払うしかないんですよね。まあ最近オンラインができるようになったばかりだから、同じような人結構いました。ネットでできないよって書いてる人がね、いました。まあもちろん現地でも両替とか申請とかはできるんだけど、空港のゲートから出れずに両替ができないみたいな可能性もあったから、なのでね、今回日本で両替しました。マジで損した。もったいな。あとは Wi-Fi か。普通はなんか eSIM とか SIM っていうそのスマホの中の SD カードを海外用に変えて、海外でそれでインターネット使うみたいなやり方が主流なんやけど、私はね、あまりの機械音痴なのでとてもできずにいます。時代遅れすぎるよ。なんで未だに Wi-Fi レンタルしてます。そんなかんやでバカクソね、重たい荷物も預けてやっと自由の身になりました。さすがに重すぎたよね。腕痛いよ。まあ早いけどちょっとね、さっさと保安検査もしてゆっくりしようと思います。よし、もうあとは出国するだけです。本当はね、免税店とか見たかったけど時間が合わずやってません。なのでね、皆さんがね、時間を合わせてカルティエに連れてって行ってあげてください。婚約指輪はここでお願いします。カルティエに連れてって行ってあげてください。婚約指輪はここでお願いします。おー、見て見て、綺麗。こういう景色見ると日本旅行に行きたくなるよね。やめる？バリ座って待ってようかなとも思ったけど、なんかお腹空いてきたな。どうしよう。もう夜中だっていうのに。やばい。どうしようとか言いながらなんか食べ物を探す旅が始まっている。でも食べたいものがピンポイントでないんですよね。こういう時ありますよね。じゃあ何食べたいのって言われるとなんもないやつ。一番だるい。ここまでがっつり食べたいわけじゃないんだよな。カクテル飲みてーけど、今回はね、ドクターストップで酒も NG なのよ。結局一番最初のカフェに戻ってきた。アイスキャラメルラテを頼みました。美味しそうでしょ。
いよいよ出国します。30分ぐらい出発が遅れたかな。今回は彼が住むマレーシア経由でバリに行くんですよ。なので私のようにね乗り継ぎする人はマジで時間に余裕を持つべきです。こうやって30分ぐらい遅れるから、 LCC は特に。さて着席。隣の人もお一人様で安心しますね。カップルだと絶望感たまんないからね。羽田からマレーシアまではだいたい6時間くらい乗るんですけど、バカ寒いんですよこれ。 LCC マジで冷凍庫。航空会社にもよりますけどね。あまりにも寒いからブランケット欲しいって言ったら有料って言われてちょっとびっくりしましたね。 LCC かなり久しぶりだから有料だったのを忘れてました。ブランケットはね1000円ちょっとくらいもらえるわけじゃなくてレンタルなのね。だから返さなきゃいけない。それに対して1000円、ちょっと高いよね。前に航空会社で働く友達が機内の温度をすごく下げてブランケットが売れるようにする、そういう経営戦略があるって言ってましたね。もしそれが本当なら残酷すぎるよ。でもそんなこともあろうかと一応アームカバーを持ってきたので一旦はねそれでしのごうかなと思います。そんで眠剤とメグリズム、これで強制睡眠します。おやすみなさーい。と思ったらお食事が来ました。そうだった、事前に買ったんだった。 LCC だから機内食とかも有料なんですよね。で航空券とセットなら多少はね安くなったりもするんだけど、当日購入したいってなると結構コスパ悪かったりするので、お腹空いたら困るなと思って買っときました。でもちゃんと考えてなかったけど1時過ぎに機内食出されるとはこの時間の機内食はさすがにやばいよ。しかも待って、よく見たら私の夜ご飯キッズメニューなんだけど、でも見てめっちゃ美味しそう。マジでこの時間にこれは罪だろ。マカロニの上にたっぷりとチーズが乗ってます。こんな罪なさキッズメニューあるか。子供のくせに生意気すぎんだろ。子供のくせに生意気すぎんだろ。もう2時です。苦しい。久しぶりにこんな時間に食べたな。お腹苦しい。次こそ寝ます。おやすみ。おはようございます。いやー寒すぎて結局ブランケット購入したんですけど、マジで薄っぺらすぎて一睡もできませんでした。そんな感じで体調極悪の中マレーシアに着きました。現在朝6時です。寒い。てかもうすぐ会えるんですけど、どこでどんな感じで会うんだろう。なんていうのは初めまして。ナイストゥミーチュー。楽しみ。やっと飛行機降りれた。体が寒かったから特に体も縮こまって結構疲れたな。時間の都合上 LCC にするしかなかったんだけど、やっぱりね6時間とかいう長時間移動なら LCC は避けるべきだな。でも久しぶりのマレーシアだ。やったー嬉しい。前の人のベトナムのタグかわいい。とりあえずね乗り継ぎしたいので乗り継ぎの方にどんどん歩いていきます。一旦はね人の流れの方についていけば大丈夫です。私は乗り継ぎがしたいからインターナショナルトランスファーに行くって感じかな。小さいけど乗り継ぎカウンターって書いてある。見えるかな。おそらく乗り継ぎができたと思うので、こういう電光掲示板で自分のゲートを探します。でも見て探すのもいいんだけど、こういうカウンターにいる人に聞いた方が早いので私は聞いちゃいます。そして会う前に服を探そう。マジで寒い。でもな、こんな朝6時とかに簡単に見つかるかな。とりあえず虫のようにね光る方向に引き寄せられてってね、いろいろ見てはいるけどない気がすんな。服屋発見したけどさ、なんか違くない？パンツと靴下しか売ってないし需要が狭いよ。ってことで服はね買えそうになかったけど、とりあえずねインターネットスポットを見つけたので彼に連絡しましょうか。ドキドキすんな。とりあえず現在地をね伝えましょう。来てくれるんかな。本当に一人旅になっちゃうから。とりあえずは近くの椅子に座って漫画でも読みますか。ナイストゥミーチュー。
yes, yes. Oh, Yeah, yeah. cool. Yeah, yeah. Oh. Yeah, you see that. Yeah, yeah, so I'm moving. Oh, yeah. How is that? Like, It's cold, too cold. 40分ぐらい待って、やっとこさ、会えました。よかった、会えないのかと思った。これでね、インターネットで出会った人と会う実績解除です。腕が痛いことをね、配慮して私の荷物を持ってくれてます。ありがてー。しかもチョコレートのプレゼントもくれました。嬉しい。超たわいもない雑談してたらあっという間に登場時間になりました。マレーシアからバリはもう寝ます。じゃないと体力が持たないから。まあ、寝れるかはわかんないけど気合で寝るってことでおやすみなさーい。地獄のフライト終わった。空港にはよくわかんない絵やお花の冠が飾ってありますね。神々の住む島って言われるだけある。さて問題のビザ取得に行きますか。進むの死ぬほど遅いです。オンラインでねやれる人はオンラインでやっといた方が本当にいいと思います。ただ私みたいにやりたくてもできなかった人は日本で両替しておかないと予想通りこのエリアから出て両替っていうのはできなそう。この中に両替があればいいんだけど多分ないと思うんだよね。いやーマジで1時間ぐらい待った。この後にやっとこさ私の預け荷物が受け取れるんだけど、私の荷物マジでちゃんとあるか不安なんやけど。よかった、ちゃんとあった。だってさ、盗もうと思えば余裕じゃんね。よかったって。次に税関申告書の提出で終了かな。こちらも事前に申請しておけば QR コードがもらえるのでそれを見せるだけ。また列に並んだところで終了。終わった。手続きガチで長いわ。でも見てください。思ったよりも都会的な空港だね。都会と古代感が入り混じった感じでめっちゃおしゃれ。そんな中でタクシーの勧誘がやばいです。そしてお迎えも多いですね。まあ大体どこの国でもこんな感じではあるんだけど、バリはお迎えも多いしタクシーの勧誘もすごい多いね。やっぱ観光地として勢いがあるからかな。さてここからねタクシーで1時間ぐらい移動します。まあでもねもっと遅れると思う。なんて言ったってバリは渋滞がやばいから。でもまあ何はともあれ楽しみです。着いた。かわいい。全部ピンク。最高。メニュー表もピンクでかわいい。ここはねインスタで見つけたお店でアサイーボールが有名なの。だからねそれを食べに来ました。注文し終わったので早速写真タイムですよね。彼のことは置いていきます暑いかもしんないけど写真のことを思うと外の方が綺麗に撮れそうですね。でもねこの暑さの中か。まあどっちを撮るかはね人によりますね。かわいい。これ後で乗りたい。写真撮ってもらおう彼に。普段一人旅だから頼める人がいるっていいな。ありがたい。おーブランコもある。乗っていいか聞いたらいいよってことだったので早速乗ってみます。子供が乗り出そうにねしてたので諦めました。もうちょっと乗りたかったちなみに譲ったのは親も見てたんですけど特にお礼はありませんでした。これ面白いのが多分譲ってくれたっていう認識がないんだと思う。結構海外だとあるあるです。でも撮りたい写真はね撮れたから席に戻りますか。置き去りにしてるしね。お、もう頼んだピーチアイスティーが来てました。アサイーボールも来た。かわいい。Okay. Yeah. It's surprisingly good. Really? Yeah. Surprisingly good. There are many insects. Yeah. アサイー好きじゃないんですけど写真のために頼んだって言ったら笑われました。ちなみにこのバリの部分これをね自分の名前にすることもできるの。自分の名前じゃなくてもなんか好きな文字にカスタムできます。追加料金はねもちろんかかりますけど。来ましたー。最近のね TikTok でかなりバズってるホテルでございます。見てー、フロントからもうめっちゃおしゃれじゃない？しかもさちょうどサンセットっぽい時間だから雰囲気が超いい。フロントの横
横がレストランになってて、味もね、なんか美味しいらしいので、今夜はここで食べる予定です。ネットで見る写真と実際の雰囲気が違ったりすることって、全世界共通でね、よくあることだと思うんだけど、ここは新しいからか、TikTok で見たまんまの景色、すごい綺麗。すごーい、めっちゃいい景色。私のお部屋はこちらの2階です。えい、わあ、めっちゃかわいい。マジで全女子が好きなさ色合いじゃない？いや、最高にかわいい、このナチュラルカラー。もうみんなが愛してやまないこの雲型の鏡、でかっ。めっちゃいっぱいハンガーある。最高すぎるでしょ。あ、すごーい。竹っぽいハンガーです。はっ去年とか一昨年とかにできたばっかりのホテルだから、すごくね綺麗だし、めっちゃ木の香りするよ。で、こっちにはソファーがあって、ここには冷蔵庫があって、冷蔵庫の中身は有料とのことでしたね。まあでもね、どうせそんなに高くはないんじゃないかなと思います。バリなんで。もうきっとここら辺は多分ドラクエバリに開けても多分空じゃんね。あ、セーフティーボックスね。もうめっちゃ大事だよ。これはもうどんだけいいホテルでもやっぱ取られちゃいますからね。ではこっちにも入ってみましょう。わー、もう絶対みんな好きじゃん。やばいやばい、超かわいい。お風呂、やっぱりバリとかだとなかなかお風呂がなくって、もうお風呂があるっていうのも今回の決め手になりましたね。なんでここだけピンクなの？もう分かってる。結構カメラ通すとなんか薄いピンクなんだけど、肉眼で見ると結構ねマジのピンクって感じで、そんなになんか茶色って感じじゃない。ねえ、本当になんでこんな女の子とさ分かってるホテルなの？やばいよマジで。女の子と分かりすぎホテルに改名しようか。そんな感じでした。着替えて散策タイムにします。最近ね流行ってる形のワンピース、今回の旅行に合わせて買いました。可愛くない？ねえ、すっごい可愛いよね。統一感あるナチュラルな感じ、それがすっごい可愛い。こういう系統が好きな女の子って多いよね。なんていうの、ベージュ系女子。私ベージュ系女子と気合ったことないけど、ちょうどねこのサンセットの時間エモいですね。このエモタイムの間にたくさん写真を撮らなきゃいけないからね、忙しいので彼とは別行動でお願いしてます。夜はねナイトプールとして楽しめるみたい。楽しみ。暑いからね早く入りたい。ぐったりでーす。ガチ恋勢の皆さん、大丈夫。お部屋は一人だよ。来る？隣来る？はーい、黙りまーす。なのでね、ガチ恋勢はいないんですけど、それでもね、安心してください。頭はパーパカパーだけど、私マジで下半身はめっちゃ硬いし、めっちゃ身持ち硬いんで。ってな感じでね、一回ベッドに座ったんですけど、もう一回ベッド座っちゃったらさ、もう立てないじゃんね。あと30分後にご飯にしようか、みたいな話にしてたけど、もうちょっとなんかだいぶ疲れてます。ってことで、ちょっと一旦仮眠します。おやすみー。メニューに写真がないから、どんなご飯が出てくるのか、いまいちわかんないけど、おそらくマグロのタルタルっぽいものを頼みます。ドリンクは店員さんのおすすめにしました。決めるのがさ、大変なのでね、いつもおすすめしてもらってます。お姉さんのおすすめはマンゴーオレンジらしいですよ、皆さん。かわいいお姉さん。好きー。Is it? Delicious, yeah. So, but actually, I don't like mango. YOASOBI. Yeah. Do you know Oshinoko? Yeah. I like Oshinoko. Oh, so you like? Yeah. I read comics. 無敵の絵がオーラが滑り。今からね、プールに行ってきます。ナイトプールです。ナイトプールめちゃくちゃ楽しみにしてました。新しいね、水着を買ったんですよ。どうですか？エロかわいい。知ってる。ね、うざい、やめます。ごめんなさい。風が本当に気持ちいいな。
なんかもうこのままここで寝ちゃいたい。最高にチルってやつですね。お水はありがたいことにぬるいです。入りやすくてよかった。冷たいの苦手なんだよな。バスソルトであれ。やったー、バスソルトだ。最高。寒かった。マジで。お風呂タイムです。いい湯すぎてちょっと飲みすぎちゃった。ねえ、猫いるよ。猫。ほら見える？あそこ。ほら、なんだろう、猫じゃないのかな。でも多分猫だよね。なんか怖いな。いや、久しぶりにこんなにも一日中人と一緒にいたなって感じするわ。もうずっとフリーだし、私なんかあんまり同じ人と一日過ごすの好きじゃないんだよね。朝誰々、昼誰々、夜誰々、なんかね、こんな感じで分けたいのよ。なんか一日の時間を一人に使っちゃうってなると、なんかもったいない気がするんだよね。こう一日中人と一緒にいたっていうのは本当に彼氏がずっといないからマジで年単位で久しぶりだった。いやでもなんかいい人でよかった。そう、いい人でよかったよね。一緒にいてマジでつまんないとかってなったらどうしようって思ってた。そもそも仕事も毎日いろんな人と話す仕事だから、そう、人と話すことに慣れてる分、そんなになんかすごいつまんないとはならないかなっては思ってたけど、まあでも本当によかった。すごくいい人で、こんな感じで初めてのネットでの出会いを通じて男とデートするみたいなね、初めての経験をしましたてな感じで一日も締めくくったし、もう寝るってことでおやすみおはようございます。さあ、今日の天気は雨降ってないじゃん。やったー。ねえ、静かに虫の声鳴ってんの聞こえる？いいね。ちなみに鏡はないので自分で持ってきました。こういう自分の折りたたみ式の鏡あると便利だと思います。あとはこういう虫除けマジ絶対いるよ。本当はバリなんか絶対いるからね。タクシー移動だから基本的になんかいらんやろって感じするかもしれんけど、日本の10分の外の外出と海外の10分の外出で浴びる紫外線の強さも量も全然違うから、マジで紫外線対策はいります。焼けたくないとかじゃないのよ。私基本そこまで日焼け止めとかそんなにガンガンやらないんだけど、海外ではさすがにいるね。髪の毛巻いたらもう準備完了。今日はフローティングブレックファーストっていうプールの上に朝食を浮かべて食べる、そういったねコンテンツをやります。いや寂しい。100均で買ったザル追加料金ね、だいたい2000円以上はしたと思うんだけど、まあちゃんと確認はしてないけどね、金額の。まあただ、1人分のフローティングブレックファーストしか頼んでないっていうのが大前提としてはあるんですけど、花とかさ、欲しかった。事前にね、日本でフローティングブレックファーストの写真を見せてほしいっていう風に頼んだんだけど、マジで一生返信返ってこなくて、でここに着いてからもフローティングブレックファーストの写真を見せてほしいって頼んだら、なんかないって言われて、結局どんなものか分かんないけどとりあえず頼んだみたいな流れだったんですよ。ちなみに彼のことはね、誘いませんでした。写真撮りたいからさ、食べるの待たせなきゃいけないじゃん。本日のコーデはこんな感じでございます。お休みの日は美容デーですみたいなね、お姉さんコーデ。こういうワンピースめっちゃ流行ってるよね。着きました。超楽しみにしてたレストランでランチに行きます。早く入りたい。みんなにも早く見せたいです。高級ホテルの中のレストランなのでセキュリティチェックがね厳重です。持ち物の確認とゲートを通過しました。お高そうな恋ですね。知らんけど。わー、中はすっご
ごい荘厳だね。かっこいい。見て。なんか床も超高そうじゃない？子供の感想。ちなみにね、ここは韓国のインフルエンサーのテリテリちゃんが最近このホテルに泊まったのを見てきました。テリテリちゃん好きなんですよね。ピアノをね、聴きながら海が見れるなんて最高なロケーションですね。彼とのトピックは元カノの話。大学で出会った違う国の彼女と別れた時の話を聞いてます。卒業したら彼女が母国にね、帰ることになったから、彼からこれ以上付き合い続けることは難しいって伝えたらしい。で、彼女は別れたくないって言ってたんだけど、強制的に彼が終わらせたらしい。でもさ、難しいの分かってるけど、海を越えて付き合い続けようとする姿勢、彼のそういう姿勢が見たかったんじゃないって言ったら、大卒の給料は低いし、お金がなくて難しくないって正論で返された。で、英語が出てこなくって、柄にもなく、感情だけで話しました。着きましたー。コーラルレストラン。海の中にね、いるかのような気分が味わえるレストランということで、もうどうしてもここに来たくて2時間かけてやってきました。マジでこんな旅に付き合ってくれる彼に感謝しかないよね。お店のルールとして写真は席からしか撮っちゃダメっていうのがあるのでね、ここからなんですけど、見てください。もうめっちゃ最高やない？こういう高級レストランに来るのは初めてということだったので、桜子マナー講座が始まりました。別に私もめちゃめちゃマナー知ってるってわけじゃないけどね。If you want to bring your mouse, you can use inside. Yeah, inside so free. They always come. Yeah. So I'm with family and my cousin like a restaurant like this. If we finish this one, but if we want to continue this one, yeah, finish this one, continue this one. This grass is tweezer. Tweezer. Brown. Oh, expensive glass. Yeah, expensive brown. なんか改めてめっちゃいい人なんだよね、彼。こういう時に教えを超える人っていうのは私はすごい素敵だなって思います。いろんな話で盛り上がってたらだいぶ長居しちゃって4時40分なんですよ今。やばい、5時からスパなんですよね。こっから40分ぐらいタクシーで移動しなきゃいけないから明らかに間に合わない。ちなみに70分コースでフットマッサージをね予約してたんですけど、おそらくねカットされると思います。彼にそうやって伝えたら、なんで延長してくれないの？返金は？って驚いてたけど、まあやっぱねスパは遅れたら遅れた分施術はカットされるんだよね。まあ美容院とかでもそうだしね。トピックはタクシーの運転手さんと私と彼の共通点探しです。インドネシアと日本とマレーシアの共通点はグラセフでした。グラセフって皆さん知ってます？ゲームなんですけど、これだけはねみんな履修済みでした。ってことでスパにもうすぐ到着します。Yeah, thank you. Wow, so nice. 15分ぐらいしかやってもらえませんでした。残念。まあしゃあないね。けど見て、もうめっちゃいい景色じゃない？波のね音を聞きながらマッサージを受ける。最高だったな。あかんのやけどこうしよう。だってここでストップするからさ、あかんのにどうやって開けるの？囚われの姫。ヘルプを待ちます。Finally go out. お、びっくりした。ってこと
でね、なんとか出れて次の場所に向かえそうです。ちなみに彼は初めてのスパ体験だったらしいから、感想をね、聞いてみたら、ただただ痛かったらしい。まあ、マッサージとかスパって人によってね、やっぱり好き嫌いありますからね。私ね、白ダーラとか苦手なんですよね。アーユルベーダっていうインドの施術の中に、白ダーラっていう額にずーっと何十分もオイルを垂らし続ける、そういう施術があるんですよ。施術。言いにくいな、施術。あれだけは難しくて苦手だな。まあでもね、新しい経験を楽しんでくれた様子です。社交辞令じゃないと信じたいですね。ってことでね、野良犬に別れを告げて、次の場所へ移動しますか。バイバイワンちゃん。かわいい。ちなみに、バリにはね、もうめちゃくちゃに野良犬います。なので、狂犬病に注意しなきゃなんですよ。簡単に触っちゃダメです。可愛いから触りたくなるけどね、私みたいに。着いたー。ここはね、世界的にも超有名な綾菜リゾートホテルでございます。泊まるとこね、綾菜とも迷ったんよね。まあ、今回は泊まんないんですけど、綾菜のバーがね、すごく人気なので、そこを目当てにやってきました。サンセットバーとして人気を誇ってるから、その時間に来れるのがベストやったんやけど、スケジュール的にね、難しくって諦めました。でもまあね、サンセット関係なく、とにかく行きたかったので来ました。素敵なプールサイドを抜けてバーに向かいます。有名なだけあってね、だいぶ日本人は多いね。荷物のセキュリティチェックをして入るみたい。It's time to dance. EDM も相まってクラブ感。テンション上がんな。ちなみに、ここはいくら以上は注文してね、みたいなルールがあります。言い忘れてたけど、さっきのレストランにもね、そういうルールはありました。席によって金額が違ったの。いくら以上注文してねっていう金額が。私たちが座ったのは、一番景色がいい席だったから、一番お高い席でした。安い席だとね、あんなにも綺麗な景色は楽しめませんからね。払うしかない。彼はめっちゃ優しいから、桜子さんがしたいならいいよって感じです。優しい。でもここは普通に飲み食いしてたら要件は満たせる感じですね。それぐらいの金額です。いやーでも暑いね。涼しいスポットがない。まあ中でね楽しむスポットじゃないから当たり前といえば当たり前なんやけど、すっごい熱気と C 社がこもってます。酒ダメって分かってるけど、この C 社の匂いで気が狂いそう。俺もう我慢できないになってる。先っちょだけ的な一杯だけだから一杯だけだから。Yeah, revive. I can revive. Yeah. 海の音がしっかりとね聞こえていいです。日本人慣れしてるからスタッフさんもね日本語で話しかけてくれます。さて夜もね更けてきましたから、こっからでしょってね、次はクラブ行こうよって言いたいところではあるんですけど、ホテルがねここから2時間ぐらいのところにあるので、そろそろ出ようと思います。ちなみにタクシーは今回はチャーターで予約してます。1日貸し切り的なやつですね。あっちこっち遠方に行ったり、まあタクシーがね捕まりにくいような場所に行くときはチャーターしないと、着いたはいいけど帰れない、タクシー来ないみたいなことに、ね、なっちゃいますからね。到着。今回旅のね最大のお目当て、5つ星ホテルのウラワンリゾートでございます。ホテル好きがかなり注目してるホテルですね。ここはもう超来たかったからすっごい嬉しい。早速ウェルカムドリンクもらえました。いろんなフルーツが入ってるらしいです。ギフト、いやディスカウントチケット。このゴロゴロ言ってる声は偽物じゃなくて本物のトカゲやヤモリの鳴き声らしい。トカゲとかヤモリって鳴くのかな。勝手に鳴かないイメージあったけど、夜は基本的に暗くってそんなに見えないんですけど、なんか漠然とおしゃれなのは伝わりますよねきっと。このホテルの周りも手つかずの自然になってるから本当に暗いんですよ。で虫の声がねよく聞こえます。ただいろんな虫の声が聞こえすぎて逆に怖い。なんか本当に森の中にいるみたいで。とりあえず今は真っ暗すぎるのでちゃんとしたホテル紹介は明日にしようと。でもところどころ建物のフォルムが見えますね。こういう森の中のホテル大好きなんだよね。だからチェンマイのフォーシーズンズホテルとかすっごい好きなんだよね。ってことでまあね改めてルームツアーをねしたいなと思います。マリゴー。
まずはなんか食べたり楽しんだりできますよ系のエリア基本的にはフリーらしいです。これなんやろ、お菓子とかまあ見なかったことにしようじゃ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 ーん、お酒以外はなんとフリーとのことでした。だからこういうピーナッツとか、何これ帰国子女みたいなこと言うのやめてよ。なんか3ヶ月とか留学しただけで、まあ私は、なんていうの、まあチョコレートとか好きっていうか、チョコレートだけじゃなくって、そう、カマウ、なんだったっけ日本語って、カマウみたいなさ、ちょっとなんかいい感じの発音しちゃう系ね。めちゃめちゃいます。このよくわかんない民族っぽいやつ。まあ、触って訴えられても困るんでね、ちょっと触りはしません。はい、これが証拠の動画になるだろう。で、たくさんのハンガーとバスローブ。大好きバスローブ。なんかこれはね、プレゼントらしいよ。なんだろう。ちょっと開けてみるか。かわいい。普通に欲しいんだけど。なにこれすごい。わ、すごい。めっちゃおしゃれじゃん。これこうやって飾ってあったらいいとこのお嬢様っぽくない武家の娘これはこれ何なんだろう。まあでもよくわかんないけど、まあいい、なんかいい今すぐスリッパに変えよう。もうお一人様だよ。足が痛い。よっしゃ、最高。で、お待ちかねのお部屋まで3、2、1。タララララー。微妙なアングルちょっと待ってね、もうちょっと違うアングル探します。最高のお部屋まで3、2、1。おー、ナイスアングル。めっちゃおしゃれじゃない？これ最高におしゃれなのが天井なのよ。ビラタイプになってるんだけど、めちゃくちゃおしゃれじゃない？多分暗くて全く見えないよね。はい、今カメラ確認しました。全く見えません。まあいいや、これをまた明日解説したいなと思うんですけど、まあ素敵なプールもありますよと。入ろ虫入ってきちゃうからね。一番お見せしたいのがこちら。じゃじゃーん。お風呂めっちゃおしゃれ。わー、おしゃれ。マジでおしゃれ。いやでも最高に幸せです。ここまで頑張ってきてよかった。腱鞘炎になるぐらい仕事頑張ったってことだからね。ここに置きっぱだとまだ使うよっていう意味になるけど、バスタブにこのタオルを置いたらもうちょっと変えてねみたいな意味になるからねみたいな感じで書いてありますね。はい、てな感じで、もう簡易的なルームツアーで終わります。思ったけどこのテレビの紹介のやつで一気に説明ができます。こんな感じでヨガをメインアクティビティに設定してる感じのホテルなので、ヨガ強いですね。宿泊者は結構フリーで楽しめるアクティビティもあるみたいだから、また要チェックかなっていうところだね。明日の夜ここでご飯食べれるようになってるので、ここで食べます。これだったな。そう、これか違うやつを予約したんだよね。やばくない？これ見知らぬ男とさ、ここ行くってめっちゃやばくない？こっちだったかもしれない。とにかく一番高いコースを予約しましたね。この I love you ってさ書いてあったらめっちゃおもろくないフローティングブレックファーストやるよ。これ最終日の朝に予約してます。楽しみにしてて。てか私が一番楽しみ。アフタヌーンティーはやりたかったけど、ちょっと時間の兼ね合いでカットだね。こういうプロが写真撮ってくれるサービスなんかもあるみたい。ドローンを使って。さすがにそこまではいいかなっていうことでね、もしかしたら YouTuber としての意識の低さが現れたかもしれない。これはね、やりたいなと思ったけどね、これを楽しむ時間がないからこれもカットしました。でも、めっちゃやりたかった。フラワーバスもね、やる時間がちょっとないかなっていうことでカットしました。やってほしい。みんなやってほしいよ。私やってほしいです、これ。あなたに訴えています。もうこんな感じ全体像。もう絶対ドローンとかね、ないと、この画角は撮れないからさ、見てほしい。めっちゃ良くない？こんな感じでした。そうだね。みんな聞いて。これ、私のショート動画なんだけど、これのコメントにめっちゃおもろいコメントついてて、これ見ててね。笑っちゃったよね。しかもおもろいのがその後、これ今の、お分かりいただけただろうかこれ、クックっていうのをコックって言っちゃうと、コックって、英語で、に聞こえちゃうから、そういう発音の仕方したら、ちょっと良くないよって、気をつけてっていう風に私が家庭教師やってた時に教え子に教えたんやけど、その動画に、マジで何の意味もなく、これ、みかんと棒を置いたのね。
これみかんのアイスだから映えるかなって思って家にあったハウスみかんを移したんですよ。そしたらさ、途中のみかんのアイスの置き方悪意あるなっていうことで、どういうことって思って、よく考えたら多分このフォルムがさチンに見えるっていうことで、マジで悪意なかったっていうことだけは説明させてほしかった以上です。明日朝めっちゃ早いのよ。明日もう7時から朝食食べて8時にはここ出るから、逆算して6時、5時ぐらいには起きて準備してやんなきゃいけないから、それに対して今ってもう12時とかなのね。だからちょっともう本当にチャ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 ーって片付けてチャ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 ーってお風呂入ってチャ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 ーってメイク落としてチャ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 ーってやろうかなって思うので、今日はこの辺にします。バイバーイ、おやすみー。おはようございます。現在5時半とかで、もうめちゃくちゃ眠い。幻想的。ちょっと二度寝しちゃったので、急いで準備するか。ってことで、一旦バイバイ。今日のコーデ超可愛くないですか？ちょっとお腹が見える感じになってんだよね。こういう服大好き。ってことで朝食に行ってきます。腹ペコペコですから。さて、朝食会場で落ち合う予定だったんだけど普通に迷子。どこ見てももう同じ景色すぎてわかんないよ。迎えに来てもらいます。まだ誰もねいないから超いい写真が撮れちゃいますね。竹でできたビラたちもすっごい素敵。朝食会場はここらしいです。素敵。本当にフォルムが美しすぎるな。自然にね溶け込むかのような空間になってますよね。ただこのホテルめっちゃいいけど、暑いのと虫が苦手な人にはだいぶ厳しいかも。私は暑いのいけるけど虫苦手って感じです。朝一で来たから席も選びたい放題だよ。滝の見える席にしました。こういう水の音とか自然音が好きなんだよな。早速探検に行ってくるねって告げて一人でサクサク探検に行きます彼を超一人にしてる。一応言うと最初からこうなる旨は伝えてます。で了承をもらってますからね。ここが多分一番お高いお部屋かな。私もね泊まりたかったんだけど空いてなかったんだよね。急遽旅を決めたので1泊余裕で10万超えです。私のお部屋はだいたい8万円ぐらいだったかな。高いけどでも時間や経験をお金で買うっていうのは私の中ですごい大事なことなの。自分をすっごい大事にしてるから、自分のことを大切にしてくれない人が現れた時にもう意味わかんないと思ってすぐに離れることができるんだ。だからこういう経験が生かされてるのかなって思ってます。ただ当たり前だけど離れたいけど離れられないみたいなね、そういう時期も当然ありましたからね。なんかちょっと語っちゃいましたねちょうどね語り終えたところで彼からフルーツ来たよってメッセージが来ましたので戻ります。By the way, it looks good on me, this clothes. One piece. Yeah. Yeah. Looks nice. Yeah. Where do you buy it? Where do you want to go next? After Bali? Our trip or ano? さて今日はテーマパークみたいなところに行きます。最近 TikTok でめっちゃバズってるとこ。だいぶこっから遠いんだけど、なんか今ルアコーヒーを飲んでみるって突然聞かれた。日本だと1杯何千円とか3000円とか5000円とか高いで1万円とかで、そんな感じでねお高いんですけど、インドネシアだと500円ぐらいで飲めて安いみたいです。正直お腹空いてないし時間もね全くないので必要がなかったんだけど、運転手さんイケメンなんです。運転手さんイケメンなんです。秒で入って答えちゃいました。てっきりドライブスルーかと思ったらなんかがっつりお店に来ましたね。きっとねここに人を斡旋する代わりにいくらかもらってるんでしょうね。 Where is bean? This is the bean. What is? This one, yeah. But not ready yet. We have to wait until change color. This animal also eat the coffee bean from the tree, but they only choose the best quality coffee. First, we washing by hot water around 5 hours. We boil it. After that, we drying under sun. And then we peel off.
がっつりコーヒーができる過程を紹介してくれたから、だいぶ時間はかかりましたね。まあ楽しかったんだけどね。ただ、可愛かったけど、虐待されてないかが心配になっちゃいます。この子たちは、まあね、無理やりな繁殖をさせられたりか、劣悪な環境で育て上げられたりして、問題にもなってたりします。やばい、ちょっと暗い話しちゃいましたね。まあ、大事な問題ではあるんですけどね。さて、こんな感じでなんかたくさんの種類のコーヒーを味見できるらしい。You try all. Oh You yeah. try I'm full. all. But yeah, okay. Just little bit, everything little bit. Little bit. Yeah. Alright, not good. So spicy. Spicy. 本命のルアーコーヒーが来ました。私と彼のでなんか味が違うらしい。何がどう違うかは英語を聞き取れんくってわからんかった。とにかく分かったことといえば、混ぜずに待って2、3分経ってから飲んでねっていうこと。彼がね、ゆっくり翻訳してくれました。ありがたい。すごく苦味があってしっかりとした大人のコーヒーって感じです。Yeah, we went to Tokyo. But this is my friend. Your friend? My friend in the room. So the room is small. Yeah. Too small and old. You don't like the night view? Yeah. To be honest, I have seen many times so nice view around the world. Yes. So Tokyo is low. Oh. さて、思いのほかね、長居しちゃったので、急いで出口に向かいます。到着！カフェからだいたい40分ぐらい移動して、ウブドにあるテーマパークに来ました。いやー、めっちゃ来たかったんですよね、ここ。ここは滝や寺院、棚田やプール、とにかくいろんなことが楽しめる複合施設、クレティアウブドでございます。チケットは事前にネットで買ったから、受付をね、するだけなんですけど、めちゃくちゃ時間がかかります。あと、ここには午前中に来ることをお勧めします。昼過ぎに来ちゃうと、人がね、溢れ返っていろんなことをするのにめちゃくちゃ待つらしい。だからね、午前中に着くようなプランで時間決めてたんですけどね、コーヒーに行かなければ。これがイケメンの罠か。これがイケメンの罠か。やっとこさセキュリティチェックを通って中に入ります。わー、棚田だ、すごーい。日本と海外の融合って感じですっごいおしゃれ。もうどっから写真撮っていいかわからん。とりあえず真っ先にね、予約していたバリスイングに行きます。遅くなればなるほどめちゃくちゃ待つみたいな。バリスイングっていうのは棚田の絶景をね見ながらブランコに乗るっていうアトラクションで世界中で人気なんですよ。中でも素敵なドレスをレンタルして写真を撮るっていうのが流行ってるの。うわー、めっちゃテンション上がる。マジで可愛い。こんな可愛いドレス着てんの超嬉しい。ドレスの色はね赤がいいって決めてたので赤にします。やばーい、最高にテンションが上がります。これを着てね、最高のショットを撮りに行きます。サムネ映えのために。そうあんまり並んでなくてよかった。長い時は余裕で1時間以上待つらしいですよ。やだよね、こんな炎天下の中で。1、2時間待つとかやばくない？ちなみに彼は乗らないらしいです。カメラマンに消してくれるぞ。もう最高の彼氏だよ。Hindari mute.いやー、楽しすぎて笑いが止まんなかった。超楽しかった。あっという間ですね、でも。こんな感じでね、いろんなフォトスポットがあるので、歴史や雰囲気を楽しみつつ、写真も楽しみます。ただね、人がね、多すぎるよ、ここは。ずーっとフォトスポットを独占したり、横入りしたりする人が多いので、譲ったり、気を使ったら負けです。彼はね、優しいから待ってたり、譲ったりしてます。ちなみに私は、あまりにもひどい時は、マイターンって言って怒ってます。だからここに来る人は時間に注意が必要なのと強い心があった方がいいかも。次はプールに入ります。棚田をね見ながらプールが楽しめるとのことで超楽しみ。
どうですか？自分のパーソナルカラーに合わせたパーカーを新しく購入してみたんですけど、めちゃめちゃ可愛くないですか？ちなみに荷物は鍵付きロッカーじゃなくてガチのセキュリティガバガバ。気をつけようがないかもしんないけど気をつけてください。Can't move. ありました、温水プール。いやー、こういうのでいいんだよ、こういうので。オレンジジュースをもらって最高のチルタイムですね。棚田すっごい綺麗だね。時間帯の問題か、まあたまたまなのかわかんないけど、フォトスポットの方にはめちゃめちゃアジア人がいたのに、こっちは全然アジア人いない。なんでなんだろう。楽しかった。マジでいろいろ楽しめたな。ここはもっとね遊びたさもあったんだけど、レストランを予約してるのでそっちに行きます。到着。モザイクっていうこのエリアで一番の高級レストランに着きました。もちろん星付きです。インドネシア人の友達がねいるんですけど、このお店を紹介してくれたんですよ。このレストランのためにバリに行く価値があるよとまで言われてるフレンチらしいです。ただね、残念なことに時間帯が悪くってレストランじゃなくてカフェの方しか予約ができなかったの。ご覧ください。見事に誰もいない。でも緑の内装がすごいおしゃれじゃない？雰囲気はすごく好き。でもやばい、寝不足と疲れがその証拠にあんまりお腹空いてないです。大食いだというのに。ちなみに彼も疲れ切ってます。私はねサーモンのマリネみたいなのを頼みました。 You can order extra dish. No? Save space for the dinner. Okay, yeah. Me too. さてホテルに帰る前に明日の極寒飛行機に備えてあったかい服を探しに行きます。イケメン運転手さんがよく買っているというね服屋さんに連れてってもらいました。基本的にメンズしかない。でも長袖ありました。やっと巡り合えましたね。かなりの点数もありました。これだけ生地が分厚かったらあの寒さにも耐えられる気がする。店舗の奥にレディースがあるそうで持ってきてくれてパーカーを買いました。これでイケメンとお揃いになりましたローカルブランドらしいんやけどインドネシアではすごい有名みたい。これでねバリに男ができた匂わせ実績解除です。ホテルに着きました。探検しながらね部屋に帰らないとね。昨日は真っ暗だったから。Yeah, cute. Yay! This is better than family chicken. Sure, same. Are there any difference between me and the Malaysian girls? I think every girl is different. Every girl is different. Yeah, true. You are different because you like this very fancy lifestyle, right? This you like Yeah, true. you like buy expensive things. Yeah. You like go to like, Yeah. five-star restaurant, Yeah, five-star yeah, hotel. So Yeah. my girl friends, they don't do this. Yeah, okay, that okay. Yeah, I see. So everything is first time. This first time. Yeah. Korea restaurant first time. Yeah, that's great. I'm glad to become first person for you. Yeah. Next question. How do you feel?
actually you met me. You happy? Because I thought you will not come. Not come? I thought you will cancel. I will come to Bali alone. Eat Korean restaurant alone. Eat this alone. Because hey, I love you by one person. I love you one. I love myself. Yeah. Anything else? How do you feel? No, happy. Happy, yeah, me too. New experience. Yeah. Because I don't have Japanese friends. Yeah. Nice. Let me show you around Japan when you come to Japan. 僕が君に教えてしまってもちょっと辛いけどそれでもいい Do you know this song? It's called Kata Omoe? Yeah. I have one question. Yeah. I love you and I want to go out with you. Oh, how do you think? How do you say? Let's go. It's hard because not the same country. We're not from the same country. Yeah. True. It will be tough, very tough. Yeah. 最後の夜だから弾けちゃっていっぱいっていうかまあいつもと比べたら少ないけど結構飲んでしまったのでちょっと酔っ払いもん。明日朝早くからいろいろやんなきゃいけないので、今日はもう早くお風呂入って、もうすぐ寝ようと思います。目指せ10時半寝る。バイバイ、おやすみ。おはようございます。現在、だいたい7時前ぐらい。今日で最終日です。やだよー。さあ、これから7時からアクティビティがやれるって紙に書いてあって、で、やりたいよって伝えたら、やれないって言われて、やれないの？紙にやれるって書いてあるのにってなったけど、やっぱりいいよって言ってくれたので、ヨガっぽいことをします。ここだ。行ってきます。ってことで、トラディショナルなんとかをやってきました。結構体の芯まで熱くなったね。今回の呼吸法は、お腹の中に炎があって、それを呼吸で上に持っていって、全身にエネルギーを蓄えていく、広げていくみたいな呼吸法でした。ハミングとかをしながら、いろんな呼吸法を教えてもらいました。ただね、日常で使わない英単語が多かったから、理解がめっちゃ難しかった。まあもちろんね、毎日使う単語でも難しいんですけどね。恥ずかしがらないで、心の内を打ち明けてみてみたいなことを言われたんですけど、まあ、ただでさえ打ち明けないタイプの人間かつ、英語絶望的なので、どもっちゃいました。Wow! Thank you so much! Enjoy! プール冷たくて入れんとか言っとったのにさ、写真の準備してたらこんな感じでフローティングバックパースが流れてっちゃって、もう迷わずプールの中に飛び込んだよね。映えのためなら冷たさもいけるってね感じでした。撮っとけばよかった。見て、めっちゃいい感じじゃない？どういう角度で撮るのがさ正解なんだろう。どの角度で撮るんが正解かわかんないから一周します。あー、いいね、この角度も。いやマジどこも映えですよ。360度映え。寒い。でも楽しい。フルーツとアボカドトースト。水濡れちゃった。虫があとはオレンジジュースとアールグレイ。パンもっと硬いかと思ったら美味しいね。水の中マジで落ち着くな。寒いから撤退した。意外と体力使うんだよな。何回もさ流されてくから。最高に優雅だぜ。
さて、チェックアウトの時間まではサウナに行きます。スチームサウナと普通のサウナがあるらしい。事前に撮影のこと聞いた時はこのエリアはダメって聞いてたけど、今日は誰もいないから OK とのこと。そういえばプールで遊んでなかったからちょっとだけ遊びたいよね。まあまあ冷たい。結構深いかな。いけ体重やばい人みたいなの起こした。はあ、こういう花がさ落ちてるのかわいい。ほらこれこの花はプールの上にあるやつ。なんて言うんだっけなこれ。前も教えてもらったんだけど忘れちゃった。でも綺麗。このプール実はね汚いんですよなんで汚いかっていうと、プールの中に私の水着落としちゃって、ちょっとそのままゴシゴシってやったの。そしたらまあ案の定ねこんな感じで跡がついたから、まあこんだけ汚いってことよな。買ったやつ、運転手さんとお揃いのブランドのパーカー意外と似合うくねということで今からチェックアウトします。さーて、空港に到着しました。お腹すいたとりあえず荷物よりもお昼ご飯を食べたいよねってなったので、空港内にあるカフェに入ります。Let's practice number. Yeah? How many? Oh. How many? How many? Oh, how many? Oh, last how many? Oh, yeah, you are correct. Perfect. I'm starving. Really? Yeah. For the breakfast? Yeah. ってことでお別れの時間がやってまいりました。まずはね見てくれた方、そして付き合ってくれた彼に本当に感謝ですね。ありがとう。ここまで楽しんでくれた方はチャンネル登録と高評価と通知音とコメントよろしくお願いします。てなわけでですね、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。